日本語に浸ろう。日本語って難しい。いいよとすみません。皆さんこんにちは。日本語楽しく聞いていますか？日本語って難しいですか？実は日本人の私も日本語が難しいと思う時があります。日本語が難しい理由はいくつかありますが、同じ言葉なのに違う意味になる言葉がある。これが大きな理由の一つです。日本語には同じ言葉で違う意味になる言葉がたくさんあります。例えば、橋。これは渡る橋。そしてご飯を食べるときに使う箸。隅を意味する橋もあります。橋、箸、橋。これを耳で聞き分けるのは難しいです。しかし文字にすれば漢字で見分けることができます。会話の中でも文脈、会話の流れで正しい意味がわかることが多いです。困るのはいいよのような言葉。文字が全く同じなのに時と場合によって全く違う意味に使われる言葉です。これには日本人も困ることがあります。相手の言葉の微妙なアクセントの違いや表情を観察して言葉の意味を判断するしかありません。なんて難しい、ややこしい、厄介です。日本人同士でもお互いに違う意味で理解してしまい、後でトラブルになることもあります。今回は日本語の厄介な表現、いいよとすみませんについて詳しく解説していきます。1、いいよ。いいという言葉は日本語で良い、わかった、OK という意味です。しかしこの言葉には気をつけて。これはとても曖昧な言い回しです。時と場合によってダメ、いや、ノーという意味にも使われる厄介な言葉です。
舞さんと健さんの会話を見てみましょう。今夜映画を見に行こうよ。今夜いいよ。もう一度。今度はさっきと何かが違います。今夜映画を見に行こうよ。今夜いいよ。違いがわかりましたか？二人が話した言葉は全く同じです。違うのは舞さんの表情といいよという言葉のアクセント。違いに注意してもう一度見てみましょう。今夜映画を見に行こうよ。今夜いいよ。これは言葉の通り映画に行きます。OK ですという意味です。それでは次のスライドを見てみましょう。舞さん、困ったような顔をしていますね。今夜映画を見に行こうよ。今夜いいよ。これはいいえ、私は行きませんという意味のいいよです。ケンさんはマイさんの表情と言い方から判断するしかありません。これを間違えるとこうなります。マイさん、ご飯食べに行こうよ。いいよ。さあ行こうか。気になっていたお店予約したんだ。楽しみ。え、私は行かないよ。え、さっき行くって言ってたでしょ。そんなこと言ってないよ。私はいいよって言ったよ。ほらね、いいよって言ったでしょ。行くって意味でしょ。そっちの意味のいいよじゃないよ。行かないって意味のいいよだよ。いいよって難しい。このように同じ言葉でも言い方や表情で意味が全く違くなります。でも不安に思うことはありません。誤解やトラブルを防ぐためには相手にしっかり確認すればいいのです。そのいいよは OK の意味、それともノーの意味のいいよなの？どちらの意味？一体どっちなんだい？わからないときは相手に聞いてみてくださいね。もう一つ例を挙げましょう。
想像してみてください。あなたは今日本の喫茶店にいます。とても喉が渇いています。お店に入った時にもらったお水は全部飲み干してしまいました。あなたのコップは空っぽです。喫茶店の店員さんが来て、お水のおかわりはいかがですかとあなたに聞きました。さて、あなたは何と言えばいいでしょうか。はい、お願いします。はい、くださいと答えれば大丈夫。店員さんがお水を持ってきてくれます。でも、もしあなたがいいですと答えてしまったら、お水は出てきません。お水のおかわりはいりませんという意味になってしまうからです。同じように大丈夫と答えても、お水のおかわりはいりませんという意味になってしまいます。お水のおかわりはしないでいいです。お水のおかわりがなくても大丈夫ですという意味になってしまうのです。自分が伝えたい言葉の意味とは違う意味で相手に伝わってしまうハプニングは誰にでも起こることです。不安に思った時は、まずは相手に声をかけて聞いてみることが一番の解決策です。2、すみません。この言葉も日本語でよく使う表現です。すみませんは多くの場合、丁寧な謝罪の言葉を意味します。日本語の謝罪の言葉には、ごめん、ごめんなさい、すみません、申し訳ありませんなどがあります。相手との関係性や謝る内容の深刻さなどによって使い分けています。表にしてみました。この表については別の動画で説明します。丁寧な謝罪の言葉のすみませんを日本人は毎日いろいろなところでたくさん使います。私も毎日10回以上は使っています。しかし私は誰かに
謝るようなことはしていません。なぜ謝るようなことをしていないのに10回以上もすみませんと言ったのか。それはすみませんという言葉が丁寧な呼びかけとしても使う言葉だからです。例えば友達や家族に話しかけるときにはねえとかねえねえと呼びかけます。しかし相手が会社の上司や目上の人や初対面の人の場合にはすみませんと声をかけます。私が一番多く使うのは会社で上司に話しかけるときです。すみません、今ちょっといいですか？などと使います。お店で店員さんに声をかけるときにも使います。すみません、これください。すみません、注文をお願いしますと言います。そしてすみませんはありがとうの意味でも使う場合があります。例えばこんな風に使います。喫茶店に入って席に着くと店員さんが水を持ってきてくれました。私はすみませんと言いました。この場合のすみませんは謝罪の言葉でも呼びかけの言葉でもなくありがとうの意味です。皆さんこんにちは。今回はおまけの前にお知らせがあります。いつも見てくれてありがとうございます。皆さんに心からの感謝の気持ちを込めてこの動画のスライドを誰でも自由にダウンロードできるウェブサイトを今一生懸命準備しています。慣れない作業でなかなか進みませんが、今年中の完成を目指しています。完成したら皆さんにお知らせしますね。それではおまけに続く。おまけ、ここからは普段のスピード、話し言葉で少しだけおしゃべりしていきます。お時間のある方は聞いていってくださいね。今回はお菓子について話したいと思います。私はチョコレートが大好きです。大福やおまんじゅうなどの和菓子も大好きですが、チョコレートも大好き。特に寒い季節になるとお店に並べられる洋酒入りのチョコレートに目がありません。その中でもバッカスとラミーというチョコレートが大好きです。少し値段が高いですが、スーパーに行くと
ついつい買ってしまいます。皆さんはどんなお菓子が好きですか？先日スーパーで面白いチョコレートを見つけてつい買ってしまいました。チョコレートのお菓子にダジャレがプリントされたかわいいお菓子です。お菓子の袋には笑えるおいしさと書いてありました。食べて笑顔になる。いいですね。それでは今回はこの辺で。先ほどもお知らせしましたが、今ウェブサイトをコツコツ作っています。ぜひ楽しみにしていてくださいね。それではみーでした。またね。バイバーイ。